こんにちは。大学の社員です。今回は階段をかけていきます。このスペースにね、まっすぐな階段ですね。上の1段だけが踊り場になってます。ですからこの階段自体は1段低めの13段ですね。そのまっすぐな階段をやっていきます。今回も階段を刻んでいくんですけども、松の階段ですね。正直初めてこの YouTube やって初めての現場でね、ヒノキの修正で階段したんですよ。でもその時はフラワーボックスとか濡れ縁ですね、それを出したんですけど、この階段は出さなかったんですね。あの時にね、階段取っておくと松ではない動画ができたんですけど、自分出してるのはもう松の階段だけです。でも今回もこの松の材料で木取りして階段かけていくんですけども、松というのはね、そのまんま材料を太陽に当てたり風に当てたりしておきますと結構くるんですけども、木自体は粘りがあってね、そして削れば光沢が出て油っ気もあってね、本当にこの日本を代表する材料の一つだと思いますね。素晴らしい木です。もう自分は階段には松が一番適してると思いますね。今はもう建材でね、低カットでできてきますから、建材は絶対狂いませんけどね、でもやっぱりこの光沢というか自然の味わいは絶対にありませんね。そしてこの松はね、この自分の福井県の県木なんですね。素晴らしい木ですよ。このように幅広い材料を調子上げで削ると楽ですね。今までは小さいこのおもちゃみたいな調子上げで使ってたんですけども、あれはね、もうとうとう去年に傷んでしまいましてね、ベルトが突然バラバラになりましてね、急遽もうこのインターネットで探したんですけどね、こういう中古って取りに行くとどこにでも出てることは出てるんですよね。オートリターンですから、このようにね入れてもシューッと戻りながら蹴ってくれます。新品で買うと150万ぐらいするんですけどね、これ7万円で買ってきたんです。結構使えます。なのでもう十分ですよ。プレーナーをかけて調子上げをかけて、そして現場へ持ってくるんですけども、現場へ運び込んだらすぐ小穴を加工して段板と毛ごみはきれいに仕上げてしまいます。というのは2日ないし3日置いとくんですけども、どうしてもこの反りが出てしまうんですね。反った場合はさあここを削ろうかと思っても手がが通らないんですね。これを無理やり通すと厚みに寸法のばらつきが出てしまうということだよね。ですから振る前にきれいに仕上げてしまいます。そして出番が来るまではきちっとこれ養生して置いておく。それを後回しにしますとね、やはりこの仕上げるのに大変苦労しますね。仕上げるんでもね、正面は直角に削るんですけども、段板の裏側ですね、毛ごみ板が当たる部分は少し斜めに削ります。そのことでビスを揉んだ時に確実にひっついてくれます。先ほども言ったように2日間お休みなさい。
今回の階段はね、直階段、まっすぐな階段でシンプルな階段なんですけども、2階の床の高さまで階段が届いてないんですね。1段下なんです。上までやってもいいと思うんですけどね、設計上1段下がったところで踊り場になってます。右は廊下なんです。左はクローゼットの入り口。そういう風に両方へ分かれるようになってるんですね。ちょっと今まで経験したことのない形ですね。悪いってことはないんですけどね、段板が1段少ないだけで普通の直階段ですね。階段をかける順番って言いますと、踊り場があったり回り階段の部分があったり、そういう場合はここの踊り場、回り階段、その部分を先にします。そうでないと直階段の長さが出ないってことだよね。ですからこの場合は上の踊り場を先に仕上げてしまいます。でそれから実際の実寸で直階段を積みしていきます。2階の床を張った時にも階段と同じ上段がちを入れてあります。でもちろん踊り場を作る時でも正面だけは松の階段寸法と同じような上段がちっていうんですけども、松の材料を入れます。そして踊り場の床は、2階の床と同じ材料を貼っていきます。これで踊り場ができたんでね、階段の親板を積みしていきます。計算では出てもね、やっぱし高さだけはね、実際の建物を測ってやってね、終わっていきます。6、4、こうなんや。やった方がよく階段をかけれたら一人前や、こういう風に言われるんですけども、階段を隅するってね、何も難しいことないんですね。割り段だけできたらいいやね。高さを段数で割って、前を1段目をここで飛べると、それを段数で割って、足し算引き算掛け算はいらないですね。割り算だけを計算機でピッピッと押したらもうそんでいいんですよね。親板2枚に隅ができました。そして刻んでいくんですけども、その刻む前にあらかたって言ったらおかしいですけど、実際の勾配のまんまの寸法を出します。もう上はこの踊り場が上段がちで決まってますから、下の1段目のその長さを測ります。で隅下親板に合わせてその実寸と比べてみます。2ミリ3ミリ違う時もありますけども、3ミリまでやったら許容範囲ですね。そしてそれを確認してから上と下だけを刻みます。そして貼り合わせをしてみます。そうしないと、もし全部刻んできれいに削って持ってって合わなかったってなったら全部パーになりますから、材料もパーですからね。とにかく上と下を合わせて間違いないと分かった時点で自分は穴を掘っていきます。そこまで慎重にした方が自分はいいかなと思ってやってるんですけどね。
それでは実際親板を刻んでいきます。親板に段板を振る場合、手書きではないんですけども、段板と毛ごみの輪郭にカッターの刃を入れます。そうすることで溝切りでつくんですけども、この溝切りを入れた時に面に逆らう方向になった場合はもうペンペンペンと跳ねるんですね。それがカッターを入れることで止まります。そして自分は横着でね、いつもフリーハンドでやってるんですけど、なかなか勾配定規を足で踏んでやっても体勢が辛いのとね、一個一個定規打ってやってもそれもまた大変なんで、自分の手さえ信用できればフリーハンドでねやるのがダントツで早いです。横着してこういう形でやってるんですけども、でも建材を刻む場合はね、カッターで入れるんじゃなくて、そこをもういきなりね定規を今度は逆に丁寧に合わせて細かい丸ノコで一発仕上げってやってますね。自分はねあれなかなか恐ろしくてできないんですけどね、どうしてもこのノミで叩いて仕上げるようにしてるんです。直階段の場合は仮に3段の直階段かけても13段の直階段かけてもそんなに変わりませんね。それは3段掘るのと13段掘るのはこれは10個穴は増えますけども、上の仕事も計算も何もかも一緒です。ですから階段は扇状の回り階段とかストリップ階段は難しいですけどね、直階段ってなんとなく刻みやすい美味しい階段になるってことだよね。自分は親板を2ミリ穴は狭く掘ってます。2ミリ硬くしてあるってことやね。それぐらいしてないと同じ寸法で掘った場合はもうガタガタになりますし、あまり硬くてもねまた木が死ぬって言うんですけども、角が当たったり段板に筋が行きましてね汚くなります。やっぱりこの2ミリがいいですよね。2ミリにこだわってますね。2ミリ2ミリ。これで親板が刻めました。一段少ないだけでねちょっと短く感じますよね。この親板を仕上げる、これはねもう最初に調子上げとしてあるんですけども、これも最初に仕上げたハケって言ってね最後にそのまま使えるわけでもないですしね。正直親板これ3ミリ薄くなっても何の支障もありませんからね。で親板だけは最後に曲がってようがしわんでようがまっすぐ削って研げていきます。親板を止めていきます。なかなかねこの柱が曲がってるとね親板ってまっすぐならないんですけども、1段目の毛組み板がね後から入るように少し細工してあるんで、もう親板はもうしっかりと最初に止めてしまいます。でぼちぼちお休みしていた子供たちを起こします。段板って言いますけどね、小板って言うんですね。親板、小板、踏み板とか段板とか言いますけど、昔は小板って言ったよね。こんなことどうでもいいんですけど、この子供らにねしっかり番号を打ちます。親板をしっかりもう止めてあるんで、その間隔定規で段板の長さを取ってきます。正直これ13枚あっても13枚きれいにスカッと長さはちょっとうまくいかないんですね。だから上3段は少し短くしたり下3段は少し長くしたりとか、やっぱりこの現場に合わせてね寸法は取っていきます。
段板の今度長さが切れました。で長さが切れて初めて滑り止めをついてきます。この自分は丸い刃でね一本溝なんですけども滑り止めをつきます。そしてこの入れる前にはねこの2ミリ硬くしてありますからその分だけをこの両方とも木殺ししてあります。正直ね3ミリでも4ミリでもこの木殺しをバンバンすれば、入らんことはないんですよ。でも木殺しってあんまりするとね木の繊維が潰れて死んでしまうんやね。ほどほどっちのがやっぱし5輪から7輪2ミリですよね。でこの2ミリにこだわってるんですけどね。前まではね1段目の段板と毛ごみだけは入れるようにしてたんですけどね、裏を斜めに入るようにね取ってやれば上手に入ることは入るんですね。でも強度的にはもう全然関係ありませんからそれでいいと思います。それでは段板を組んでいきます。なかなかね2ミリ効かすんや3ミリ効かすんやなかなかこの言った効き具合にならないんですけどね、やっぱし1段入れるのにこの剣道で叩いてるんですけどだいたい20発ぐらい叩いて入るのがいいかな。効かし具合ってね難しいですね。そしてこの段板を収めた後はねいくらきっちり入っていても自然と緩くなってきますからね、ビスだけはしっかり留めておきます。そして木殺しした部分に水をたっぷりと打ちます。そして2、3分置いて今度はもうスカッと段板を全体を拭き取ります。そうでないと光沢が変わるんですよね。割と木殺ししたへこみというのはさっと膨れてくれます。そして毛ごみと段板との微調整をします。正直ねこの階段かけてて一番この嫌なとこなんですね。毛ごみの立つ水と段板の後ろ面って刻んでみるとなかなか合わないんですね。この微調整が一番合わしにくいんですよね。のみを使いにくい。のみを持っていくと段板の間に頭が入りませんしね。でもなんとか合わせてね毛ごみを入れていきます。1段目の毛ごみから入れてきます。養生ボードでね横練習もしてあるんで綺麗に入ります。入ってもねこれ止めるのが一苦労なんですね。床板を毛ごみの面で切ってね後ろから貼るのが一番いいんですけどね、下張りして15ミリの円弧板を貼った場合はそれができないんですね。どうしてもこの1段目の毛ごみ板は苦労しますけどね、細い木を当ててボンドつけてそして釘でもう止めるしかありません。でもこの現場もう何ヶ月もおるんですけどね、直接釘を打ったのって最初じゃないでしょうかね。
そしてけごみ板を止めたビスの割れ止めをします。この両端のね小口の方ってどうしてもこのビス穴からピッと割れが走るんですね。それを止めるために 1,2 センチボンドを塗ってあります。そして木目の中心にもボンドを塗ります。どうしてもこの板の木の真ん中から割れようとしますからね。これでけごみ板が割れるってことはないですね。これで階段できました。いつもながらの松の直階段ですね。ここの場合は上の一段手前で両方に上がることができます。少し変わった階段ですね。以上、大工の翔平でした。